7月22日より配信が始まったうがうがファミリーのインザスープフレンドケーション。今回はインザスープうがファミリーテテが涙した理由と2022年の目標についてをお届けします。予告編で泣いているテテの様子が公開され、ファンたちに衝撃が走りました。なぜテテは涙していたのでしょうか。その理由とともに、うがファミリーたちが明かしたバケットリストについてもご紹介。普段見ることができないうがファミリーの友情をぜひ堪能してくださいね。インザスープうがファミリーが配信で話題に。これまでにインザスープは BTS が2シーズン、セブンティーンが1シーズンが公開されてきました。そして2022年7月に公開されることになり話題になったのがインザスープフレンドケーションです。出演者はテテが芸能界一仲良くしているというパクソジュン、ビークボーイ、チェウシク、パクヒョンシクの5人からなるうがうがファミリー。2016年に放送されたパランでの共演をもとにパクソジュン、パクヒョンシク、テテは親交を深めました。さらに、そこにパクソジュンともともと友人関係であったピークボーイとチェウシクを紹介したことから意気投合しうがうがファミリーが誕生。SNS に投稿される彼らの友情を今回のインザスープフレンドケーションを通して見ることができると、それぞれのファンたちから大きな注目が集まりました。2022年のうがファミリーの目標は、2日目の夜はパクソジュンの提案からマットレスをひっつけ、5人全員で寝ることになったうがファミリーたち。チェウシクの2022年の目標を1人ずつ言ってみようとの提案から、それぞれ話し出していた時のエピソードです。チェウシクは、今年こそ幸せを見つける。演技が楽しくて始めたのに、いつからか楽しくなくなった。結果とか関係なく演技で幸せになりたいと、現在の仕事への悩みも踏まえて明かしていました。パクヒョンシクは、OTT でいろんなことをして誇れる自分になりたいと、今年も挑戦し続けたいと意欲的な発言。次に、悲しみたくないと、少し後ろ向きな目標を話し立てて、この時の様子は、後に詳しくご紹介します。この夜に、2022年の目標を明かしたのはこの3人だけでしたが、次の日のドライブ中に、バケットリスト、死ぬまでにやることリストを順番に発表したうがファミリー。パクヒョンシクは、スカイダイビングと山をスキーで下るバックカントリーがしたいとアクティブな回答。テテは、自然が豊かな外国で暮らしてみたいと、アイドルを目指さなければ農夫になっていたといったこともある彼らしい夢を語っていました。ビークボーイは、家族写真が撮りたいと心温まる夢を語り、プロデュースをやってみたいと、裏方への憧れを示していたチェウシク。そんな中、やりたいことがないのが悩みなんだと打ち明けたパクソジュン。すべてが仕事になってしまうと、現在の多忙さが、ゆえの悩みを語っていました。それを聞いたうがファミリーたちは、休まないと、こうして話すことが急速になると助言。今回のインザスープフレンドケーションが、そんなパクソジュンを含めた彼ら5人の休息になったことに違いはありませんね。テテが涙、その時ヒョンたちは予告編でも大きな反響があったテテの涙の訳は第3話にて真相が明らかになりました。2022年の目標を悲しみたくないと話し出したテテに少し驚いたうがメンバー。すかさずチェウシクはもし悲しいと思うことがあっても僕たちがいるからと慰め始めました。するとパクソジュンがテヒョン、泣いてるとテテの様子がおかしいことに気づき声をかけたのです。泣いていないと答えるテテの声は明らかに涙声。おいどうした泣いているじゃないかと言いながらスマホのライトを照らしテテの顔を覗き込む4人。思った通り泣いていたテテを見てうがメンバーのお兄さんたちは大騒ぎ。亡くなって急にどうしたと言いながら泣いているテテをスマホで撮影し、初めは面白がっていたパクソジュンとピークボーイ。しかし
決してというテテの言葉に深刻さを感じ、何が悲しいのか話してみなと、真面目に話を聞き出していました。テテは明らかに悲しそうな声で、去年はちょっと残念だったと。多くは語らないテテを見てがっかりした。でももう終わったろ、いいことあると口々に慰め始めます。チェウシクは今年、馬年の人はついているらしい。僕の運気を持っていけと、とっても微笑ましい言葉でテテを元気づけていました。また、テヒョンぐらいの年頃だと、辛い時間や経験を乗り越えなきゃならない。テヒョンがそう考えることはすごくいいことだと、自分もその頃は同じような気持ちだったと、人生の先輩としてのアドバイスも。そして最後に、大好きだぞとテテに大きな愛を示していました。去年のテテは大変だった。テテがウガファミリーの前で泣いてしまうほど残念だったという2021年に一体何があったのでしょうか。番組では去年はちょっと残念だったとしか語られておらず、詳しい内容についてはわからなかったので、ここからは推測になります。去年はまだコロナ禍真っ只中で、2021年10月24日に開催されたパーミッション・トゥ・ダンス・オン・ステージは当初オフライン公演の予定でしたが、状況が良くならずオンラインコンサートに。さらに、直前に膝を怪我し、ステージでは座ってのパフォーマンスとなり、悔しい思いをしたテテ。この他には、テテの愛犬、ヨンタンが2021年に2度の手術を受けていたことが、男性向けファッション誌 GQ コリアのインタビューで明らかに。BTS の8人目のメンバーとも呼ばれ、ファンからも絶大な人気があるヨンタン。生まれた時から身体が弱く、少し走っただけで気絶してしまうほど気道が小さいのだとか。手術を2度も受けたのにもかかわらず失敗に終わり、現在は薬である程度耐えているとのこと。2017年から一緒に暮らし出したヨンタンをテテはとても可愛がっており、当時は撮影現場などによく連れてきていました。そこまで溺愛しているヨンタンが深刻な健康状態となれば心配は募るばかりだと思います。2020年頃に燃え尽き症候群だったことを明かしたことがあるテテ。2021年も仕事面でまだコロナの影響があり、思うように活動できなかったことや、プライベートでのヨンタンの病状などいろいろ大変なことがあったのでしょう。2022年は悲しみたくないというテテの願いが叶うように、ファンの私たちは願うばかりです。まとめ、いかがでしたでしょうか。今回は、ウガウガファミリーの共演で話題となったインザスープフレンドケーション内で、テテが涙した理由と、彼らの2022年の目標についてご紹介しました。テテが涙した理由は、昨年の心残りから来たものだと明らかになりましたが、詳しい事柄はわからず。しかし、涙した時に慰め、励ましてくれるお兄さんたちがテテの周りにいることにファンたちは一安心でした。現在第3話まで配信されているインザスープフレンドケーションは次回4話で最終回です。予告編ではスケートを楽しむウガファミリーが映し出されており、最終話にも期待が高まりますね。